2025年1月20日、日本時間では1月21日、ドナルド・トランプさんが2回目の大統領に就任します。今回の授業はいつもと違って特別編、トランプさんについての話をします。本当にテストに出ない話だわ。ちょっと待って、今のアメリカ大統領は誰みたいな問題見かけたことがあるから油断しちゃダメだよ。でも時事ネタって珍しいね。話題の話に乗っかったらいっぱい見てもらえるかなと思って。ストレートに言い過ぎ。まず今日はなんでアメリカ大統領がこんなに世界中から注目されているのか、トランプ大統領が話題になっているのかっていう話からするね。アメリカが大人気だから？アメリカが世界規模で影響力を持つ超大国だからです。 GDP っていう国の中でどれだけその年に新しいものやサービスが生み出されましたか、どれだけ活発に経済活動していましたかっていう状況を数値化したものがあるんだけど、経済の強さを数字にしてるんだね。漫画みたい。この GDP、 アメリカはなんと一つの国で全世界の約 25% を占めています。4分の1じゃん。日本 4% ちょっとって。これだけじゃありません。軍隊にかけているお金、軍事費は2023年で全世界の 38%、 中国と合わせると全世界の半分。大きいってことはわかるけど、いまいちピンとこない。もう少しわかりやすく説明するとね、アメリカの軍事費は日本の国家予算よりも多い。ちょっと待って。日本が国のお金全部を自衛隊につぎ込んでも、アメリカはそれ以上にお金を軍隊にかけてるってこと？アメリカの軍隊が世界中で活動してるのは聞いたことがあったけど、そこまでなんだ。経済的にも軍事的にもアメリカの影響力は大きいってこと、数字から伝わったかな？面積が大きいだけじゃなかったんだね。でもさ、今の話ってお金かけてます、物やサービスいっぱい作ってますってだけの話でしょ。それってやっぱりそんなにすごいことなの？実際にアメリカの軍事力が外国の政治に直接影響を与えた事例ももちろんあるよ。2001年にアメリカでテロ事件が起こったことをきっかけにね、当時のブッシュ大統領が外国のテロ組織を潰すって言っていろんな戦争を始めました。日本の国家予算よりお金をかけた軍隊が攻めてきたら、攻められる方はひとたまりもないじゃない。アフガニスタンやイラクに軍隊を送り込んで当時の政権を倒してしまいました。その時にはアメリカ一国だけじゃなくてイギリスとか同盟国にも参加を呼びかけて軍隊を派遣させたの。日本もイラクに自衛隊を送るきっかけになりました。日本も戦争したの？直接戦いに参加はしなかったよ。日本国憲法にね、外国と戦争をしてはいけないって決まりがあるからね。戦争で壊れてしまった道路や病院を直したり、浄水場を作ってきれいな水を飲めるようにしたりっていう復興支援をしたんだ。でもアメリカの声掛けがなかったら、そもそも自衛隊がイラクに行くことさえなかった。アメリカが何かを決断するっていうのはね、世界中を動かすってことなんだ。戦争をするかどうかを判断するのは議会の仕事だけど、大統領は軍の最高司令官っていう位置づけなので、軍隊を動かすことに強い影響力を持ってる。軍隊だけじゃないよ。今インターネットがこんなに当たり前になるきっかけを作ったのもアメリカって言われてるよ。1993年にクリントン大統領が掲げた情報スーパーハイウェイ構想は、全米を光ケーブルでつなぐっていう当時はとっても画期的なものだったんだけど、これがあってインターネットの拡大が進んだんだ。ネットなんて当たり前すぎてないなんて信じらんない。それもアメリカがきっかけだったんだ。私が子供の頃は携帯電話が出始めで、できたのは電話だけ。数十文字の文章をちょっと遅れたぐらい。携帯電話で調べ物をしたり動画を見たりなんて予想もしてなかったよ。インターネット社会ってここ2、30年で大きく発展したんだ。そのきっかけがアメリカだったんだね。アメリカ政府の政策がアメリカ国内だけじゃなくて世界中に影響を与えるっていうこと、分かったかな？はーい。そのアメリカで国民の選挙によって選ばれる行政権のトップ、それが大統領です。任期は4年間。
大統領の権力はとっても強力。議会がやりたいって可決した法案をダメって拒否できちゃう。議会の承認がなくったって政策を実行できちゃう。やりたい放題だ。直近の大統領だったバイデンさんは新型コロナウイルスのパンデミック対策を大きく実行したよ。空港や政府の建物の中でマスク着用義務付けるなんていうのもその一つ。前の大統領が出した政策を取りやめることもできる。おまけにね、最高裁判所の判事を任命もできちゃう。アメリカの最高裁判所は法律に対して強い力を持っていてね、国が決めた法律がアメリカ憲法に違反してるって判断したら、その法律を変えなさいって指示することもできるの。この点において大統領よりも強い力を持っています。最近の有名な話だと、2015年州政府が同性カップルの結婚の許可証を発行しないことは憲法違反です。国として結婚を認めなさいって裁判所が判断したんだ。それによってアメリカでは同性カップルの結婚が認められるようになったよ。この最高裁判所で判断を下す人たちを判事って言ってね、アメリカには9人の枠があります。判事は一度なったら本人の意思で引退するか終身、つまりはね、亡くなるまでずっと続けるかどっちかを選ぶことができるんだけど、その後任ってね、大統領が決めるんだ。つまり自分の考えに近い人を送り込むことで、自分の政策に近い判断が裁判所で行われるようにコントロールしようとする。アメリカの大きな考え方の派閥がね、2つあって、リベラル派と保守派があるんだ。簡単に言うとね、リベラルが個人の人権を大事にするぞっていう方、保守派が国の伝統を守るぞっていう方。トランプさんは保守派です。でね、最近だと2020年に個人の人権を国の伝統よりも大事にするリベラルな考え方で人気の高い判事だったギンズバーグさん。この判事さんがね、トランプ大統領の任期中は判事を辞めることができないって、がんの闘病中も判事を引退しなかったっていうのは有名な話。ただ本人の意思は叶わなくて、トランプ大統領の任期中に残念ながら亡くなってしまったの。その後任にはトランプ大統領の意向で国の伝統を大事にする保守派の判事が選ばれました。これによってリベラル派の考え方の判事の数が減ってしまったの。枠は9人しかないからね。どれぐらい自分の考え方に近い人が判事の枠を占めてるかっていうのは大事よね。その後から最高裁判所によって国の伝統が重視される判決が出るようになりました。大統領ってそんなに何でもできるんだね。アメリカが強い国で大統領が強い力を持ってるっていうことは分かったんだけど、なんでトランプさんがここまで注目っていうか話題になってるの？それはね、トランプさんの経歴が絡んでるんだ。まずトランプさんの今回の大統領就任は2回目なんだけど、1回目は2017年。なんと政治経験ゼロでいきなり大統領に就任してしまったの。もともと政治家だった人じゃなかったの？ねえ、政治経験ゼロ、そういう大統領アメリカは多いの？アメリカンドリームだね。そういうサクセス映画見たことあるよ。夢を壊して申し訳ないんだけど、トランプさんの経歴は異色なの。直近の46代大統領のバイデンさんは前に副大統領を務めていたし、その前のオバマさんは弁護士から上院議員、そのまた前の43代大統領のブッシュさんはテキサス州の州知事、その前のクリントンさんは弁護士からアーカンソー州の州知事、もっと前のブッシュさん、この人は43代のブッシュさんのお父さんでね、下院議員、国連大使、CIA 長官に副大統領と、みんな政治経験を積んでから大統領選挙に出馬している。映画みたいにはいかないか。40代大統領のレーガンさんはちょっと変わってて、もともと俳優。ただこの人だって俳優の後、カリフォルニア州の州知事になった後に大統領じゃないけど世界的な有名俳優アーノルド・シュワルツェネッガーさんもカリフォルニア州の州知事をしていたね。一応みんな政治経験があるんだね。日本だったら今の東京都知事の小池百合子さんはもともとテレビのキャスターだし、その前の猪瀬直樹さんや石原慎太郎さんは小説家だったよ。でも小池さんや石原さんはもともと衆議院議員だった。
何もしないでいきなりトップになるのは相当異例。トランプさんは一切政治家としての下積みなし。じゃあそれまで何してたの？不動産業が有名ね。トランプ家はお父さんの代から不動産業で大成功を収めていたの。例えばニューヨークのマンハッタンにあるトランプタワー、高さ202メートルの58階建て、高さ5階分のアトリウムには滝が流れてる。建てられたのはマンハッタンの5番街ってね、高級マンションや歴史的な建物が立ち並ぶ最高級エリア。他にもイーストリバー沿いには高級マンション、トランプワールドタワー、こちらはさらに大きい262メートル72階建て。めっちゃ大金持ち。テレビ番組の司会もしたし、ハリウッド映画のちょい役もしたし、目立つのがもともと大好きなのね。最も注目されたのが2016年にあった大統領選挙。出馬するって宣言した時にはただの目立ちたがり屋だと思われていたけど、あれよあれよという間に支持者を集めて、ブッシュ親子やレーガンさんを輩出した共和党っていう政党の代表になっちゃったの。立候補時点でとってもアメリカの大統領候補とは思えないような過激な言動を SNS で繰り返して話題になってた。他にも掲げていた政策では、アメリカで暮らしている移民を追い出すとか、外国との貿易でアメリカは不利になっているから関税を高くするとか、環境を大切にする政策よりも経済の発展を優先するとか、それまでの大統領候補よりも様々なことに攻撃的な考え方を打ち出していたの。それってどうなんだろう、いいのかな。それでも2016年の大統領選では、民主党代表で当時初の女性大統領を目指していたヒラリー・クリントンさん。この人は以前大統領をしていたビル・クリントンさんの奥さんなんだけど、その人を破って大統領になりました。政治経験ゼロ、言動は過激。これからどうなっちゃうのって世界中は大騒ぎになりました。2016年って8年前だよね。アメリカの大統領って最大8年じゃなかった？でも2024年までの大統領はバイデンさんだったよね。トランプさんは続けて出なかったの？一度落選しちゃったの？さあ、2020年2期目の任期続投をかけた大統領選で一度落選してるんだ。在任中に行った数々の政策への懸念が示されたことや、人種差別をめぐる様々な問題。ちょうど大統領選挙期間中が新型コロナウイルスによるパンデミックの真っ最中で、国中大混乱してたことが関係して支持が得られず再選できなかった。でもトランプ大統領は、選挙は不正、選挙の票は盗まれた、落選を認めないって猛アピール。大統領候補者のそんな言動は前代未聞。そのトランプ大統領の姿勢に刺激を受けた過激なトランプ支持者数百人が、次の大統領はバイデンさんと決定するための会議をしていた議会に襲撃して大パニック。会議は中断して、議員さんたちは避難しないといけなくなってしまったの。議会に襲撃って日本だったら国会議事堂の中に入って暴れちゃったって話だよね。選挙の結果に対して暴力はダメだよ。そう、アメリカの議会が襲撃されるなんて歴史上初めての出来事でね。この騒動は鎮圧されて多くの逮捕者を出しました。トランプさんは当初騒動が起こった時には、みんなお家に帰ろうね、みんな偉大な愛国者だよって SNS に投稿して、やんわりと周囲を抑えようとしたけれど、大統領を支える副大統領までみんなが今回の事件に怒って、政府関係者の辞任も相次いだし、結果としてトランプさんも追い詰められて大統領選の敗北を認めることになりました。そんな無茶苦茶なことがあったのに、トランプさんまた大統領になるの？そう、しかも2020年の大統領選とは違って、今回は圧倒的な勝利だったの。もしトランプさんがまた大統領になったらどうなっちゃうのかっていう、もしトラっていう言葉が2024年前半のメディアでよく使われたけれど、それが本当になってしまいます。果たして今年はどんな年になるのかという話を今回は全くしません。しないの？今回の動画シリーズでは、このトランプさんが大統領だった2017年から2021年の間にアメリカと外国の関係がどのように変わったのかに絞って説明していくね。と、ここまでが導入部分。本編の予告はこの後、次回をお楽しみに。こんなに話してまだ始まってなかったの？中国製品への関税を大幅に引き上げました。トランプ大統領はディールを重視しました。貿易協定の見直しを強く求めました。